はいどうも皆さんこんにちは。今回は北条早雲についてお話ししていきます。一番最初の戦国大名として有名な北条早雲ですが、最近では北条早雲と呼ばれなくなってきています。どういうことかというと、伊勢宗瑞という名前で呼ばれることが多くなっているのです。というのも、北条と名乗り始めるのは伊勢宗瑞の息子の伊勢氏綱です。なのでそれ以降の子孫は北条と名乗っていますが、伊勢宗瑞は北条と名乗ったことはありません。宗瑞からすると北条早雲って誰という状態なんです。そういうこともありますので、伊勢宗瑞のことを北条早雲と呼ぶのはおかしいのではないかという意見があり、最近では伊勢宗瑞と呼ばれることが多いのです。しかし現在の高校の教科書の表記は北条早雲伊勢宗瑞という表記となっていますので、大学受験向けのうちのチャンネルでは教科書に倣ってこの2つの呼び方を使っていきます。それでは北条早雲とはどのような人物だったのかについて見ていきましょう。伊勢宗瑞は現在の岡山県井原市で生まれました。伊勢市は室町幕府の政所執事を務めた一族です。政所の主な仕事は幕府の財政を司る仕事だったので、現代でいうと財務大臣を歴任していた一族ということになるでしょう。そんな伊勢宗瑞には北川殿という姉妹がいて、駿河の国の今川氏に嫁いでいました。この北川殿との関係が宗瑞の人生を大きく動かしていくのです。ある時、宗瑞は北川殿から駿河に呼ばれます。今川氏で家督争いが起きたから助けてほしいと言われたのです。争ったのは龍王丸と押鹿則光。龍王丸は北川殿の息子、つまり宗瑞にとっては甥でした。この戦いに龍王丸は負けてしまい、押鹿則光が家督を継承していたので、北川殿は伊勢宗瑞に手紙を出し助けを求めたのです。こうして伊勢宗瑞は駿河へと下校。龍王丸を支援することになり、押鹿則光を攻撃します。この戦いによって押鹿則光は死亡。今川氏の家督は龍王丸に移りました。この龍王丸が後の今川氏親、戦国時代に活躍する今川義元のお父さんです。さて、今川氏の家督争いを収めた伊勢宗瑞は再度京都へと戻ります。そんな時に足利義政と吉見正友の3兄弟が死んでしまうのです。特に足利正友の死は宗瑞の人生を大きく動かしていきます。正友がなぜ関東にいるのかを知りたい人は、以前挙げた京徳の乱の動画をご覧ください。正友には正室との間に2人の子供がいて、側室との間に1人の子供がいました。生前の正友はある野望を持っており、成功後の足利義澄を将軍として西日本の一番偉い人にし、純道寺を堀越公方として東日本で一番偉い人にしようと思っていました。つまり日本の東西を自分の息子たちに支配させようとしていたのですね。しかしこれに不満を抱いたのが側室との子供の茶々丸です。茶々丸は俺が堀越公方になると言って純道寺とその母親を殺害し、クーデターによって堀越公方となるのです。しかしこうなると茶々丸は将軍の実の母親と弟を殺したことになります。足利義澄からすると許せるわけがありません。こうして足利義澄は茶々丸討伐を決意します。それに選ばれたのが伊勢宗瑞でした。茶々丸討伐を命じられた伊勢宗瑞はまたも東へと下ります。伊豆討ち入りです。こうして関東に進出した伊勢宗瑞は親戚の今川氏と協力しながら茶々丸派と戦っていき、後に茶々丸を堀越御所から没落させることに成功しています。しかし宗瑞の伊豆の国進出をよく思わない一族がいました。山内上杉氏です。山内上杉氏は以前伊豆の国の守護を務めていた一族なので、簡単に伊豆を渡すわけにはいきませんでした。こうして宗瑞は山内上杉氏と対立していくことになるんです。関東の一大勢力である山内上杉氏に目をつけられてしまった宗瑞ですが、このままだとやばいです。味方を増やさなければやられてしまいます。こうして宗瑞が同盟を結んだのが扇ヶ谷上杉氏でした。この頃の扇ヶ谷上杉氏は山内上杉氏と敵対していましたので、協力することはどちらにとってもメリットがありました。こうして宗瑞は扇ヶ谷上杉氏と協力して山内上杉氏と戦っていきます。
この戦いは最初は順調に進んでいきますが、扇ヶ谷上杉氏の当主が川を渡ろうとして落馬、そのまま死んでしまったことにより戦況は逆転してしまいます。山内上杉氏の反撃です。この反撃により宗瑞と扇ヶ谷上杉氏は押し戻されて、扇ヶ谷上杉氏は小田原城を取られてしまいました。この宗瑞劣勢を見て攻撃を仕掛けてきたのが茶々丸です。この頃の茶々丸は甲斐に身を潜めていましたので、甲斐から伊豆へと侵攻してきます。しかし宗瑞はなんとかこの攻撃を切り抜けて逆襲、茶々丸を自害に追い込みました。こうして宗瑞は伊豆を平定、伊豆一国を持つ戦国大名になるんです。次に宗瑞が目をつけたのが小田原城でした。先ほど山内上杉氏に奪われた小田原城を奪還するんです。これによって宗瑞は相模へと進出し、その西側を領国にします。しかしこの戦いの主体は扇ヶ谷上杉氏と山内上杉氏です。伊勢宗瑞はあくまでもその援軍という扱いでした。つまり扇ヶ谷と山内が戦いをやめてしまえば、宗瑞には戦う理由がなくなります。そして実際に両上杉氏は戦いをやめてしまうんです。理由は山内上杉氏が扇ヶ谷上杉氏をボコボコにしたことにより、扇ヶ谷上杉氏が降伏したからでした。そんな時に宗瑞のもとに手紙が届きます。その手紙は越後守護代の長尾為景からでした。ちなみにこの長尾為景は上杉謙信のお父さんです。その手紙にはこう書いてありました。我が領国である越後に山内上杉氏が攻め込んできた。山内と扇ヶ谷は最近和睦したと聞く。もし扇ヶ谷まで越後に攻めてきたらひとたまりもない。そこで宗瑞にお願いだが、南から扇ヶ谷上杉氏を攻撃してそちらに引きつけていてほしいという内容でした。この手紙を受け取った宗瑞は長尾氏に協力することを決意。つい最近まで仲間だった扇ヶ谷上杉氏と戦うことになっていくのです。こうして宗瑞は江戸城へと出陣。山内、扇ヶ谷両上杉氏は挟み撃ちをされる形となり、長尾氏は山内上杉氏の当主を討ち取りました。こうして当主がいなくなった山内上杉氏は家督争いで分裂します。その争いに古学坊の分裂が絡んで、さらに状況は複雑化。関東の勢力は2つに分かれて争っていくことになりました。しかしこの混乱は宗瑞にとってチャンスでした。この隙に宗瑞は出陣して相模を攻略、伊豆相模2カ国を領国とする戦国大名となったのです。伊豆と相模を平定した3年後、伊勢宗瑞は韮山城で息を引き取ります。64歳でした。その息子の伊勢氏綱、彼が後に北条氏綱と名乗ったことから、伊勢宗瑞は北条早雲と呼ばれているのです。